ジャミル君、見てよあれ。この部屋の真ん中にある石の台、魔法石が山盛りっすよ。もう見るからに石に触ったら何か起きますって感じ。とりあえず石を一つくすねて、どんな仕掛けか見てみる？いや、台の周りをぐるっと囲んである模様と天井の構造をよく見てみろ。模様と天井？これただの模様に見えるけど、よく見ると文字っすね。古代呪文語を用いた術式だ。辞書がないから全文は解読できないが、石を取ると結界が発動するのは間違いなさそうだ。なるほど。ネズミ捕りみたいな感じっすか。餌に食いついたら餌ごとカゴに閉じ込められて外に出られなくなるってわけだ。石の台の真上の天井に穴が開いてるのも作為的っすね。ああ、結界で閉じ込めた上であの天井の穴から水か砂でも降らせて中の盗人を完全に無力化する仕組みだろうな。昔の人は考えることがえげつねえな。対抗戦用に改造されているだろうから、捕まっても永遠に出られないってことはないだろうが。あからさまに豪華なチーズに飛びつくのは頭の悪いネズミだけっすよ。ここは諦めてさっさと他を渡りましょう。見つけたぞ。魔力の補充装置だ。ロイヤルソードアカデミーの奴らはいないようだな。なんだかんだ最初の集合時間まで時間がないっすね。じゃんじゃん魔力を補充していかねえと。競技序盤から石の横取りをされることはないと思うが、周囲には十分注意して。なんだ？通路の奥から嫌な音が近づいてくる。一旦補充装置の陰に隠れる。ごめんなさい、ミラジール先輩。僕、罠に引っかかっちゃいました。石に触ると追跡してくるタイプのゴーレムだ。とにかくしぶとい。お前たちは来るな。私たちだけで対処する。リエールの宝物が。回収は後だ。まずゴーレムを何とかするぞ。あいつら氷をまき散らす小さい妖精みたいなやつに追いかけられてた。なんすかねあれ。ゴーレム、おそらく石に触れると発動する罠の一つだろう。めんどくさそう。対処に体力がいりそうなやつは腕っぷしに自信がある他のメンバーに任せましょう。それよりあいつら魔法石を落としてったっすよ。もうきー。なんすかこの音。おいラギー、拾った魔法石を今すぐ捨てろ。なんで？せっかく拾ったのに。あれを見ろ。ロイヤルソードアカデミーの連中を追いかけてたゴーレムたち、何体かがこっちに向かってきてる。冗談きついっす。儲けたと思ったのに。うわぁ、なんで？もう石は持ってないっすよ。一度財宝に手を出せばそれを捨てても無罪とはならないようだな。他人がやらかした泥棒の身代わりにされるなんて大損っす。とっととずらかりましょう。ようやく追い払えた。結構時間ロスしちまった。急いで連絡ポイントに。なんか床でキラッとしたっす。なんてスピードで飛びつくんだ。びっくりしただろ。なんだこれ。栓抜き？明らかに栓抜きだな。どうしてこんなところに。ところどころサビもついてるし、リユースショップに買い取ってもらえなさそう。ガラクタに咲くポケットの空きはないっす。すーてよ。頼む。ジャミル君、なんか言った？いや、何も言っていないぞ。待って、この栓抜きまさか。ジャミル君、これやばい！
あれほどまだその部屋の魔法石には触るなと言ったのに、ウィンターのやつ、よりによって宝物を落とすなんて、やはり現実は想像通りにいかないな。あれ、この道行き止まりですね。地図で見るとこの先に魔法石が置いてある小部屋があるはずなのに、地図が間違っているとか？それはないだろう。おそらくあった。いきなり行き止まりの壁が消えた。ミナジールさん、何をしたんです？床にあった出っ張りを踏んだだけだ。これが開閉のスイッチになっているんだろう。だがおそらくやっぱりな。俺が足をどかせば瞬時に壁が現れて小部屋は密室になる。魔法で氷を作ってスイッチに乗せてみる。ダメだ。重みだけじゃ壁は消えない。誰かがこのボタンを押し続けないと開かない仕組みなんだろう。2人以上じゃないとクリアできない仕掛けってことですね。じゃあ俺が踏んでおきます。ミナジールさんは石を。いや、俺が踏んでおくよ。石を取ってきてくれ。ついでに中から壁を消せるスイッチがあるかどうかも確認してほしい。わかりました。この部屋は奥に細長く、石が置いてある場所はスイッチを踏んでいる人間から完全に死角だ。もし外にいる俺が敵に狙われてスイッチから離れれば、中にいる人間は完全に閉じ込められる。スイッチを踏む人間の方が荒ごとに対応しやすい人材であるべきだ。もしこのタイミングでナイトレイブンカレッジの戦士に遭遇したら、奴らは容赦なく俺を狙ってくる。そして部屋の中にいる一人を部屋に閉じ込めることで無力化しようとしてくるだろう。汚い手ではあるがルール違反ではない。俺でもそうする。ミナジールさん、魔法石を回収して部屋の中を調べてきました。内側から壁を消すためのスイッチはなかった。外側からしか開閉できないみたいです。わかった。ディエーレが気を散らしてオリバーが閉じ込められないようにあいつらにも共有しておかないとな。一度踏んだら相手の顔をもう一度見るまで絶対足をどかすなよってみんなに伝えておきます。かなり石が集まった。自陣の台座に向かいつつ途中にある補充装置で魔力を満たしていこう。それにしてもこの遺跡の中って階段だらけですね。俺は運動部だし体力には自信があるけど、文化部の奴らはしんどいだろうな。文化部の奴らはもやし揃いだって？俺がバテてるように見えるのか？ミナジールさんって文化部でしたっけ？演劇部だ。総合文化祭でやったミュージカルにも出てたぞ。ルームメイトが出てたから見に行きましたよ。でも出てた記憶がないんですけど。姫がいただろ？赤いドレスの。はい、主人公と結ばれる砂漠のお姫様ですよね。あれは俺だよ。全然わからなかった。女子生徒が演じてるんだとばっかり。結構うまいだろ？というかうちは男子校なんだから女子生徒がいるわけ。止まれティム。どうかしました？この階段登ってきた時より下っている今の方が段数が多い。俺と喋りながら段数なんか数えてたんですか？幻影魔法に引っかからないように歩数を数えながら行動するのは基礎中の基礎だぞ。おそらく魔法石を持ち出した者が遺跡から脱出できないようにするための仕掛けだな。このままだと永遠に下のフロアにたどり着けない。どうします？一旦引き返しますか？いや、俺に任せておけ。この程度の魔法ならすぐに解ける。いや、俺に任せておけ。この程度の魔法ならすぐに解ける。目を閉じるな。
恐れるな。今鎖を解き放て。クリスタライズクリア。これはなるほど。随分古い術式だな。単純な魔法だが大げさではないからこそバレづらい。今解除する。空間座標の位相ずれを解くて起点の術式を逆算しループの接続部を強制遮断。俺たち天井を歩いてる？落ちる！落ち着け。落ちないよ。魔法で重力と視覚をねじ曲げて感覚を狂わされていたんだ。自分では下っているつもりでも実際は上のフロアへ歩かされていたのさ。だからいくら階段を下っても下の階層には降りられないって仕組みだ。騙し絵みたいで面白い。悪くないセンスだな。でも俺を逃がさないようにうちの宮廷魔法師たちが作った鳥かごの方がはるかに手強かった。あの手この手で自由を奪う連中を出し抜いてきたんだ。この程度じゃ俺は縛れない。簡単に俺を閉じ込められると思わないでほしいね。大会の特訓をしてる時から何度も見てるけど、先輩のユニーク魔法って本当にすごいな。物でも人でも対象にどんな魔法や呪いがかかってるかわかるし、ささっと解除できちゃうんですもんね。何でもささっと解除はできないよ。宮廷魔法師が魔法で封じた扉は開けるのに半月かかったし、神々の時代の呪いがかかった魔導書は開くことすらできなかった。魔法を成立させるには知識だけじゃなく事象の実現を正確に思い描くイマジネーションが不可欠だが、俺の魔法の基盤は王宮の書物庫で読み漁って得た知識に過ぎない。本を読んで鍵の構造を知っていることと実際に自分の手で解錠できるかは別の話ってわけさ。例えばスライド式のラッチ錠。トイレとか試着室の扉でよく見る鍵っすか？そう。あれは本やネットで写真を見ただけでも横に棒を滑らせて施錠する単純な仕組みだと一瞬で理解できるだろ。だが実際に施錠された扉を外側から開けようとすればどうだ？確かに頭では横棒をずらせば開くと分かっていても簡単には開けられないかも。実体験で試行錯誤して開けた経験がなければ簡単に開けられるってのは机上の空論。魔法も同じだ。一度でも解除を経験した術式ならある程度のスピードは出るが、初見じゃそうはいかない。外の世界の生きた魔法を前にすると書物の中を全てと思ってきた自分の世間知らずさを痛感するよ。本当に行きたい場所には行けず、本当に知りたいことは知れない。俺の魔法で手に入れられるのはその程度のちっぽけな自由なのさ。おっと、今はそんな話をのんびりしてる場合じゃないな。台座に石を置きに行こう。急ぐぞ。もうすぐ1回目の情報共有のための集合時間です。その前に手持ちの魔法石を自陣の台座に置いておきましょう。現在手持ちの魔法石は25個。悪くないペースです。待てアズール、ロイヤルソードアカデミーの台座の前に選手が立っておる。まだ序盤ですし彼らが僕たちの石を狙う旨味はないと思いますが。逆じゃ逆。奴らがまだ石を置いていないなら隙を見てわしらが奪うのはルールの範疇。こういうのは勝ったと思った瞬間が一番隙ができやすい。一旦のゴールとなる台座の前が最も気が緩むタイミングじゃろ。おや、残念。もうすでに石は台座に置いてしまった後のようですね。ロイヤルソードアカデミーの台座の上に表示されている集積された石の数を見てください。182個？わしらはまだゼロだぞ。一体どういうことじゃ。僕は今大会に挑むにあたり過去99年分の大会のデータを分析しました。公式戦ではマレウスさんのような魔力自慢によるワンマンプレーを防ぎ、チームの連携と探索能力を競わせるため
小さな魔法石を大量に配置する。とはいえ、最初の30分で180個以上の魔法石が集積されたなんて記録は見たことがありません。まさか他の奴らが撃破されて石を奪われた。ここで推測していても拉致が開きません。急いで我々の石を自陣の台座に収めて集合場所へ向かいましょう。ご無事ですか皆さん。ロイヤルソードアカデミーの生徒に襲撃されて根こそぎ魔法石を奪われたりしていませんか？なんだいアーツールやぶから棒に。我らが集めた15個は誰にも奪われずここにあるよ。よかった。いや待て、なら一層意味がわからない。どうした？調査中に何かあったのか？詳しくはジャミルさんたちが合流したら話しますが、緊急事態です。アズール君、先輩方。ああ、来た。どうだった？魔法石は何個？それどころじゃない。緊急事態だ。お主らもか。とんでもなくヤバいことが起きてんすよ。これは驚きです。ロイヤルソードアカデミーの集めた石の数はなんと180個超え。一体何が起こっているんでしょうか？私もこの数字は見たことがありません。大会始まって以来の大記録です。ありゃ、まだ序盤なのにいきなり大ピンチじゃん。妙ですね。ロイヤルソードアカデミーの選手は石を自陣の台座へ置いてすぐに上層へ戻っていく。その間チームメンバーと情報交換をしている様子が一切ありません。なのに彼らはよどみなく仲間とは違うポイントへ向かっていく。動きに無駄がなさすぎます。絶対ありえないよね。モストロラウンジでも客の退店後にテーブルをバッシングするときは他のスタッフに声かけるし、席の予約あったらその席に別の客を通さないように情報共有すんじゃん。じゃねえと二度手間になったりダブルブッキング起きたりするから。ええ。そしてこの競技で地図が配布されたのは競技が始まる直前。競技開始までの短い時間で敵陣営の動きを予測し、それを踏まえた二度手間を生まない動線を決めるなど、どう考えても不可能です。しかも選手は敵味方合わせて14人もいるわけで、不測の事態は避けられない。石を回収済みの場所へ重複して足を運んだり、同じ罠にかかったりするものが必ず発生するはず。現にナイトレイブンカレッジの奴ら、アズールも海蛇くんたちもみんな律儀に同じループする階段に引っかかってたじゃん。受けたけど。それは当然かと。彼らはまだ初回の情報交換も終えていませんから。ですがロイヤルソードアカデミーの選手にはその無駄な動きが一切見受けられない。彼らは決して同じ罠に引っかからず、他のメンバーが向かっていない場所へ迷わず向かっていく。一体なぜそんなことが可能なんでしょう。ズルしてスマホを持ち込んでるとか？全国放送されているこの大会であからさまな違反行為を教師たちが見逃すとは思えませんね。だよね。でもほら、あそこのモニター見てよ。シーラちゃん、手に持ってるものに向かって喋ってね。本当ですね。銀色で細長いマイク。いや、あれはフォークじゃん。なんでシーラちゃんはフォークに向かって喋りかけてんの？腹減りすぎておかしくなった？おや？リエーレ王子以外の選手も手に持った道具で何かしているようです。あっちのやつ、電話みたいに耳にメガネ当ててんだけど、目にかけるもんだってこと誰も教えてあげなかったわけ？
魔法師養成学校へ通っていてメガネの正しい使い方を知らないでいる方が難しいでしょう。僕には彼らがあれらの道具を本来の用途ではない全く別の用途で使っているようにしか見えないのですが。意味もなくフォークやメガネに話しかけてるわけねえよな。ってことはもしかしてあのフォークとかメガネって栓抜きで通話している？栓抜きで通話している？栓抜きと通話が単語として結びつかないんですが。この耳ではっきりと聞いたから間違いないっす。何もないところから声が聞こえてきたかと思ったら。ジャミル君、なんか言った？いや、何も言っていないぞ。待って、この栓抜きまさか。え？ジャミル君、これやばい！ベガ、ゴーレムに。俺、いるから、行こうか？この声って。声を落とせ。それよりウィンターがお前の宝物を落とした。急いで魔法を解いてくれ。俺、遠くからじゃ魔法をかけ直せないけどいい？宝物は他の二人も持ってる。いいから早くしろ、リエーレ。はーい。なんすか今の。その栓抜きを介して通話をしていたのか？そんなんあり？スマホとか会話ができる魔法道具を持ち込むのは禁止でしょ？失格もんじゃないっすか。確かに通信機器の外部からの持ち込みは禁止だ。だがこれを見ろ。今はただの栓抜きだろう。もしもガラクタで通信できる魔法があったとすれば、それは合法だ。ガラクタで通信できる魔法だと？機能はおもちゃのトランシーバー程度のもの。現代社会においてはお遊びにしか使えない魔法だ。しかしそれが本当だとしたら、このままでは僕たちは絶対にこの戦いに勝てない。確かにわしらが20分に一度しか情報を更新できんのに対し、奴らは即時共有と作戦変更が可能。すでに誰かが調べた空の部屋へ向かうような二度手間が一切発生せん。現に同じ時間で僕たちが集めた石は58個、対する奴らは182個だ。奴らが叩き出している回収効率は我々の 300% 超えです。通信ができるってだけでそこまで差がつくもんすか？誰かが最初に罠に引っかかるとき、時間のロスは絶対に発生してるはずじゃないの？そこは遠隔で罠の解除方法を教える奴がいると考えれば辻褄が合う。例えば魔法解析や罠の知識が豊富なメンバーに状況を伝えてアドバイスをもらえれば、わざわざ現場に呼ばずとも自力で解除できるだろうからな。おお、そうか。さっき俺たちが出くわしたゴーレムたちだってリリアさんやクレール君みたいな腕っぷしに自信ある奴を救援に呼べばもっと早く片付くわけだ。さよう。情報がもたらす恩恵は個の力量をたやすく凌駕するものじゃ。なんということだ。我々が必死に走り回り集めた情報や魔法石は無意味だったのか。変化球チートスキル一つで無双する展開、現実にあるんだ。もう敵の台座の前で待ち伏せして魔法石を全て奪うしかないんじゃ。でもそれはさすがに一か八かすぎるよな。え？先輩方、なんで暗い空気になってんすか？全然悲観する状況じゃないでしょ。だってロイヤルソードアカデミーの奴らは俺たちがこの情報を持ってることをまだ知らないんすよ。ああ、しかもその厄介なユニーク魔法の持ち主も特定できている。こちらに聞かれているとも知らずはっきりと名前を呼んでいたんだからな。間抜けな奴らだ。よし、
ならば手袋を投げつけ決闘だ。術者を戦闘不能にしてしまおう。相手が戦闘不能に陥るほどの暴力行為はこちらが反則負けになる。もっと穏便な方法で無力化するがよかろう。そうそう、殴り合いよりずーっと穏便でいい方法があるじゃないっすか。ねえアズール君。おっしゃる通りです、ラギーさん。価値のある宝物を壊すだなんてもったいない。ミエーレ・コーラリア、彼こそロイヤルソードアカデミーを破滅させるための鍵だ。むしろ運は僕たちに味方している。さあいただきましょうか、彼の声を。